プロがやる姿勢が一気に良くなるストレッチ知りたくないですか？ピセラ TV ノブです。ミキティです。カプセラ TV。やはい。昭和。昭和。今日は姿勢が一気に良くなるストレッチをノブちゃんバージョンと。で今回は大倉がやるミキティバーなんだ大倉とミキティで別の人なのミキティバージョンを取っていこうと思います。ミキティやってる日頃？そうね、なんかやっぱ最後もみほぐしってうちでいう生態的なほぐしのメニューだとやっぱなんか前の時おっしゃってたみたいにやっぱりほぐしだけじゃ取りきれなかったところとか、あとはなんかそこでほぐしてたことによってストレッチがすごい効果的になるっていうのは本当にそうで、でやっぱ力が基本的にないので、そうだから最後の仕上げがないとちょっとこう仕上がんないなっていうのはちょっとあるかも。あと指を酷使しなくていいっていうのが一つの強もみ多いじゃないですか。だから指痛い人たちはストレッチちょっと多めに入れていくのも一つね強もみ対応になるよね。そうですね。ただねストレッチ嫌いな人もいるから気をつけて。あ、そうだから私最初の時に運動しますかって初めての時とか聞くんだけど、それでストレッチ入れて大丈夫ですかって聞く。なんかそれ一番優しいよね、やっぱね。時々やっぱ何回か受けてストレッチは全くなしでっていう人がやっぱりいらっしゃる。次来た時にね、言ってくれるとありがたいけどね。でも俺もやっててストレッチしててなんかすごい抵抗してくる人いるなと思って「大丈夫ですか?」って聞いたら「あんまり得してない」って言われてそういう人もいるんだなみたいな。戦いみたいなね。これ以上押されないぞみたいな。そう抵抗しすぎてるじゃんみたいな。普通の防御反応と違うんだよね。本当に嫌だみたいな。そういう人二度と来なくなっちゃうから気をつけて。そうですね。私もやっぱり最後の仕上げなんで座ってもらってやるパターンが多い。仕上げのね。施術はそんなにやらない。まあやるはやる。施術でのストレッチ？施術でのストレッチはまあ体式とか入れてるから入ってるのは入ってるけど、やっぱ座ってるのが一番仕上げですぐ使うのに使いやすいかなと思います。あと施術って組み立てだからね、60分なら60分の中でどういう構成とかねしていくっていうのはその人に合わせてやっぱりやる時間内にやるっていうのが大切だからね。その中でストレッチどこにねどうやって入れようとかねいろいろあるよね。これの人は入れた方がいい、入れた方が良くないとかね、いろいろこう加味しながら、でも聞くのが一番早い、もちろん早いそうね。まあでも本当今日はやっていくのは本当に簡単ですぐできて、ああそうだねそれあったねみたいな感じになると思うので、はいやっていこうと思います。うつ伏せ？もう座った状態でやっちゃいます。はい、わかりました。はい、じゃあ行きましょう。レッツゴー。行ってみよう。はい、じゃあやっていこうと思います。ひょっこひょっこりはん。懐かしいひょっこりはん。勝手に一人でこう回るみたいな謎の。懐かしい。懐かしいみたいな。私もでもやっぱ腕上げてもらって伸ばすとかはやるんだけど、まあそこはやった上でという過程で、のぶちゃんのでそれは見てもらって、家庭の上でやっていこうと思います。はい。でなんかそれはその人がどんな風に痛いかとか。そういうのにもちょっとやっぱよるので、まあ痛いか、はいはい、どれが硬いかとかね。そうですね。でやっぱなんか触れられたくない人も多いのでタオルは使っていくんですけれども、この人の幅によってはちょっとタオルの長さが足りないこともあるけれども、脇ってちょっとやっぱあんまり触られたくないじゃないですか。ちょっとあるよね。だからまあタオルでやらせていただいて。で肩甲骨のところのこの内縁のとこですかね、ここね、ここに手のこの手根の際のところ、手首の手根の際のところが当たるように、こっちにね映ってるかな。で肩甲骨のところのこの内縁のとこですかね、ここね、ここに手のこの手根の際のところ、手首の手根の際のところが当たるように、こっちにね映ってるかな。で押さえて、で自分の片膝を立てたら。ねじり系か。そうですね。ぐっと。ただこの人がねじりで痛みが出ないかっていうのがまず最初のねカウンセリングの時に。でぐーってねその時にだから体勢を行く方にの膝を立てて自分が乗るっていうのがあれなんだけど、で押さえてで自分の片膝を立てたら。
じり系か。そうですね、ぐーっと。ただこの人がねじりで痛みが出ないかっていうのが、まず最初のね、カウンセリングの時に、でぐーってね、その時にだから対戦を行く方にの膝を立てて自分が乗るっていうのがあれなんだけど、やっぱりのぶちゃんが言ってたみたいに、最初は私大体秒数でやるんですけど、最初が123で、その時に余ってる時間によってもうちょっと深くして12345なのか8でいくのかっていう、この人のストレッチがどのぐらい好きかでやっていく感じがまず一つ。ちょっとねじりなんかこう時々やってたけど、でもそうだね、久しぶり。なんかホラーのなんかさ、こう後ろの背後みたいな、前はやってたけどやんなくなった人って結構いらっしゃると思うんですよ。そういえばね、なんかこんなのやってたような気もするな。そうだよね。場合によってはなんかこうあぐらかいてもらったら足を引っ掛けてね、動かないようにしてとか、そういうやり方もね、タイマッサージ系でね。そう。基本的にはこういう感じでまずやるのが一つで、あと姿勢正すっていう意味では、このままで肩を押していくと、大体この凝った状態の猫背な丸くなった状態の硬いから自分の指も負けちゃうわけですよ。ここで膝を立てて、自分のすねを背骨に立てて、このままこう起こしちゃいます。起こしちゃいます。で、ただこの人、この起こした状態でやっぱりちょっと驚かれるんで、この人がこのまま倒れないように手で支えながらこのままこう起こしちゃいます。起こしちゃいます。で、ただこの人、この起こした状態でポンとか言って離れちゃうと、やっぱりちょっと驚かれるんで、この人がこのまま倒れないように手で支えながらちょっと軽く押さえながらそっと離す。なるほど、そっと離すのポイントだね。したら戻らないもんね。そうなんです。じゃないと結構この後戻っちゃうからね。そうで、これがご理解いただけない方だった場合はやっぱり説明がすごく大事で、今こうやって貼ってるじゃないですかって言って、ここの硬さのね、押されてる感覚分かってくださいと話して、ちょっとじゃあ丸くわざとなってもらっていいですか。そうこうやってねやってた時にこういう感覚なんだと、この彫りの部分芯が深いですよねとか言って、だけどこうやって姿勢を正してあげると、この彫りってもっと素直になってるのを感じませんっていうのを言うと、結構頑張ってこのキープしてくれる人もいます。でここで指圧的なほぐしみたいのを入れた上でやっていくんですけど、これ多分ちょいかぶりしちゃうんですけど、引き上げやっていく時に私はタオルを使ってやってます。なんせいつも言うんですけど、力ないもんで手でクワーなんて押す引っ張れないわけですよ。今想像がつかない。どういう技なの？まず首絞めこの人を明日頑張る受験生みたいな鉢上げ状態にして、タオルをだいたいフェイスタオルを半分に折ってもう一回かな、半分に折ってみたいな感じにして、これ気をつけないと間違えて時々いいんですよ。どういうことみたいな、何プレーみたいになっちゃってちゃんとね、この眉毛の上のところに来ることで、おでこのカーブによってはあんまり上とかにやるとちょっと引き上げた時スルルルルってこう滑っちゃうんですよ。なんでこれね、これから天柱の位置で引き上げていくんですけど、それができるようにで、まず握るところは耳の横、握ってで人差し指で少し支えを作ります。そしたら親指、それで天柱か。親指をまずこのちょっと膨らみのところを重熱ですね、ぐるぐる外回しで今ほぐしてます。ではあんまり上とかにやるとちょっと引き上げた時スルルルルってこう滑っちゃうんですよ。なんでこれね、これから天柱の位置で引き上げていくんですけど、それができるようにまず握るところは耳の横、握ってで人差し指で少し支えを作ります。そしたら親指、それで天柱か。親指をまずこのちょっと膨らみのところを重熱ですね、ぐるぐる外回しで今ほぐしてます。ない人とかで、例えばもう左がどうしても入んないとかね、なんか右ばっかり、よく考えてみたら右に立ったりするかもしれます。でも真ん中だとそうなるかもしれない。そしたらちょっと左膝立てるとか、そういうので力の差のコントロールがまあまあ
背後霊感がまあ抜けきれないですけど、こっちから出た方がよかったひょっこりはでほぐす。まあ風池の上のとこをほぐしたりとか、そうだね、風池天柱がが気持ちいい。風池で123っていくでしょ。これで2回目の時にここがねしっかり位置を角度じゃ斜め45度みたいな感じで入るので、その角度に入るように指先で位置を確認する、入るところ確認してからで、遊びがね必要な、その人のたるみがによると思うんですけど、それによって遊びがあるんだったら遊びも踏まえた上で押したところを狙って、そしてぐーっと。気持ちいいね、そこ付け根はね、やっぱね。付け根気持ちいいですよね。でこれやっぱり左右差出やすいと思うので、右と左同じようになるように、ただ母子と母子同士なんで大きな差は出づらいとは思うんだけど、結構最初始めたての時って左絶対弱くなってるので、絶対ね、半分ぐらい弱い人いるよね。それで一つやりやすいポイントがあって、立ち位置変えてみてください。もう力ない人とかで、例えばもう左がどうしても入んないとかで、なんか右ばっかり、よく考えてみたら右に立ってたりするかもしれます。でも真ん中だとそうなるかもしれない。そしたらちょっと左膝立てるとか、なるほど、そういうので力の差のコントロールができるので、これ実際料理作る調理人の人とかがね、そういうのだったり、違う、きゅうり切る時教えてもらったんだ私、レストランで。切る時になんかさ、斜めに切れちゃったりするじゃない。ちょっとこっちの足引いてごらんって言われたんですよ。そしたらまっすぐ切れるように。だから立ち位置変えるっていうのを少しやるといいかもしれない。今日ちょっとこの2個でどうでしょうか。いや、いいじゃないですか。タオルあるね、結構フェイスタオルみんな使うからいいよね。そうやっぱなんかちょっと女性ならではのちょっと配慮というか、やっぱタオルでなるべくお客様が気にされるところが直でつかないようにするっていうのは大事だと思います。今ちょっと思い出しちゃったんだけど、首吊り急にほらタオルかけて引っ張るのが好きな人いるよね。なんか肩こりすぎて牽引する人いるよね。牽引癖になっちゃってて、まあ整体院とかマッサージ屋さんでこう首をこう引っ張れるのが大好きで家でもやっちゃう人、それでね間違ってね気持ちよくなってねお亡くなりになっちゃう人いるわけですよ。気をつけて。そうですね、確かにそれはやっぱり誰かがいた上でやってもらう方がいいし、もしそういう感覚、ちょっとどこを引っ張られてる感覚によりますけど、テニスボール、こっちなんだ、なんか今の店長のやり方とかだったらテニスボール2個とかをつなげたりしてできるんですよ。で今日ねたまたまなんかタイのロープボールみたいなのをネットで売ってるのを見つけたんだけど、あれもなんかその2個つながってるけど、ここに置いてね寝るだけみたいのでちょっと牽引されてる感覚になるわけですよ。今いろいろ便利なもの出てるからね、そうちょっと危険なねほぐし方はしないで。いやね、だからさっきこれタオル持ってきた時にこうやられるみたいな。やったらどうなの？引っ張ったらどうなの今こうやって。いや首締まるでしょ普通に。喉が息が締まっちゃうと思うよ。やってみて。みんな見たいよね。見たくない？引っ張るとどうなる？いや例えばなんかこの顎で、顎とかでこういうこと？気持ちよくない。これはやばいじゃん。それちょっと引っ張ってみて。これ長々自分の体重が全部乗っかっちゃうと頸動脈しまっちゃうね。加減難しいね。そっか、でもそれだけ首が辛い人ってそういう感覚になっちゃうのかね。そうですね。なんかね、いろいろちょっと民間的なやり方いっぱいありますからね。いっぱいあるね。ということで、あれだね。ちょっと仕上げの技を簡単なのですけど2つねやったので、ちょっと力のかけ方とか。いつものあれですけど、非力セラピストのみんなみたいななんかね、そういう力のかけ方のコツとかでちょっとぜひ使ってみてください。そうですね、使えるやつはどんどん使って練習まずしてね、練習してからいきなり本番じゃないからね。やっぱうちの勉強会でもよく言うんだけど、技習いましたいきなり本番みたいな。ダメ。ハートが強い。練習してからやりましょう。はい、じゃあよかったら高評価コメントの方もお待ちしております。はい、ご視聴ありがとうございました。またね。少しでも面白いとか役に立つと思っていただけたら、チャンネル登録とグッドボタンお願いします。お願いします。